将棋盤の上にはたくさんの駒がありますけど、その中でも圧倒的な攻撃力と戦略的な重要性で右に出る者はいないっていう駒があります。それがこの飛車なんですね。王将が守るべき玉だとしたら、飛車は敵陣をズバッと切り裂くまさに最強のモード。今回はですね、この飛車が持つ本当の力、そしてその裏にある文化的な意味までじっくりと掘り下げていきたいと思います。はい、これが今回見ていく内容です。まずは飛車の基本から入って、そこから将棋ならではのルール、戦略への影響、そして最後には盤の外、僕らの言葉にまで影響を与えたっていう話まで、このすごい駒の本当の姿を一緒に見ていきましょう。はい、ではまずセクション1です。まずは基本中の基本から。将棋を知らない人でもこれなら知ってるかもしれないチェスとの比較から飛車の基本性能を見ていきましょうか。これ一見するとですね、飛車の動きってチェスのルークと全く同じなんですよ。ほら、縦と横、どこまでもいけるっていう、まさに盤上の長距離砲ですよね。でも、ここからが将棋の面白いところで、このそっくりな動きをする駒が、ある日本独自のルールによって全く別のもっと恐ろしい存在に変わっていくんです。その歴史をちょっと遡ってみると面白いんですよ。もともとは古代インドのゲームにあったラタ、つまり戦車がルーツなんです。これが中国に渡って車になって、そして日本に来た時にただの車じゃなくて飛ぶ車、つまり車っていうなんともロマンのある名前に進化したわけです。もう名前からしてただものじゃないぞっていう感じがしますよね。さて、ここからが本題です。飛車を単なるチェスのルークとは全く違う、はるかに恐ろしい存在へと変貌させる、将棋ならではの2つの重要なルール。これをじっくり見ていきましょう。まず1つ目が、この成りというルールです。飛車が敵陣の奥、相手側から数えて3段目以内に入ると、なんと竜王っていう駒にパワーアップできるんです。見てください。竜王は飛車の縦横の動きはそのままに、王様みたいに斜めにも1マス動けるようになる。つまり今まで弱点だった斜め方向の四角が完全になくなって、もう接近戦でも最強の駒に生まれ変わるということなんですね。そして2つ目。これがまた将棋というゲームの奥深さ、その複雑さの根源ともいえるルールなんです。さあ来ました。これが将棋を将棋たらしめる持ち駒のルールです。普通駒って取られたら盤からいなくなって終わりじゃないですか。でも将棋は違う。取った駒はですね、自分の手駒になって自分の兵士としていつでも再投入できるんです。自分の番が来たら盤上の空いている好きなところに打つことができる。つまりですよ、さっきまで敵だった相手の飛車が今は自分の最強の兵士として元のご主人に襲いかかるなんてことが起こるわけです。これとんでもないルールですよね。だから駒が盤上から減らないし、終盤になればなるほど可能性が爆発的に増えていくんです。飛車の力っていうのは本当に根源的で、ゲームが始まった時の最初の位置、これをどうするかだけでプレイヤーのその後の戦い方、その思想みたいなものまで決まってしまうんです。これが将棋の二大戦法って言われる居飛車と振り飛車の対立です。飛車を最初の位置のまま戦うのが居飛車。これは正面からガンガン攻めていく、いわばボクサーみたいな戦い方。一方で飛車を左の方に動かして戦うのが振り飛車。こっちは相手の攻撃をさばきながらカウンターを狙う柔道家みたいなスタイルですね。どっちを選ぶかでもう全く違うゲームになるんです。で、この飛車の位置によってそこから無数の戦法が生まれてるんですね。例えば居飛車ならがっちりお城を組む矢倉とか、振り飛車なら中央から攻めるアグレッシブな中飛車とか、本当にたくさんの定石、オープニングが全部この飛車の位置から始まってるって考えるとすごいことですよね。さて、ルールと戦略の基本が分かったところで、今度はもっと具体的に飛車が盤上でどんな風に芸術的な、そして時には残酷な攻撃を繰り出すのか、その戦術を見ていきましょう。これが飛車を使う上での代表的なテクニック、いわゆる手筋ってやつです。十字飛車、浮き飛車、そして二枚飛車。どれも名前からして強そうですけど、実際一発で形勢をひっくり返すくらいのとんでもない破壊力を持ってるんですよ。この十字飛車は特に美しい手筋ですね。飛車の縦のラインで王様に王手をかけつつ、同時に横のラインで相手の別の重要な駒、例えば角とかを狙うんです。こうなると相手は両方は守れないので、どっちかを諦めるしかない。これで一気に有利になるっていう非常にクレバーな攻撃なんです。でも将棋を指す人が一番「うわー終わった」っ
って思うのはやっぱりこれでしょうね。二枚飛車。この格言、まさにその恐怖を物語っています。もともと持ってる自分の飛車と相手から取った持ち駒の飛車、この2枚が盤上に揃ったらもう手がつけられない。どんなに頑丈な守りももうズタズタにされちゃいます。片方が攻めてる時にもう片方がサポートするっていう連携ができるので、反撃の隙を全く与えない。まさに鬼より怖い無慈悲な猛攻が可能になるわけです。この飛車っていう駒はキャラクターがあまりにも強烈すぎて将棋盤の上だけじゃ収まらなかったんです。僕らが普段使っている日本語の中にまでその影響が色濃く残ってるんですよ。例えばこの高飛車っていう言葉、これもともとは将棋の戦法名だったんです。飛車を高い位置、つまり敵陣の近くまで進めて相手にプレッシャーをかける攻撃的な指し方のこと。その威圧的な感じがそのまま人間のおこうらな態度を表す言葉として定着したんですね。面白いですよね。もう一つ、これも有名な格言です。これは将棋のテクニックだけじゃなくて、もっと深い人間の心理みたいなものをついている言葉なんです。これどういう意味かっていうと、初心者の人ってやっぱり一番強い駒の飛車を取られるのがすごく嫌なんですよ。だから飛車を守ることばっかり考えちゃって、一番大事なはずの王様の守りをおろそかにしちゃう。で結局王様を取られて負けちゃうっていう。これは心理学でいう損失回避、つまり損をしたくないっていう気持ちが強すぎて最終的な目的を見失ってしまうっていう典型例なんです。将棋に限らず人生のいろんな場面で教訓になる深い言葉だと思いませんか？というわけで見てきました。単なる戦車として生まれた駒が戦略の軸になり、華麗な戦術を生み、ついには人間の心理まで映し出す象徴になった。飛車はまさに将棋盤の上を駆け巡る翼を持つ戦車なんです。この一枚の駒を深く知ることは、もしかしたら将棋というゲームそのものの魂に触れることなのかもしれないですね。